どうもコロッケくださいです。今回は鬼滅の刃から胡蝶忍を作ります。先日、5年前に作った忍さんのショート動画を投稿したのですが、忍さんをまた作ってほしいというコメントをたくさんいただきました。個人的にも映画での忍さんを見てまた作りたくなっていたので、今回は5年ぶりに忍さんのフィギュアを作っていきます。映画の忍さんめちゃくちゃかっこよかったですよね。前回のドーマの動画でも触れましたが、速水さんの怒ってる演技がすごかった。あと、バトルシーンの演出めちゃ盛られててかっこよすぎた。普段、かっこいい系よりも可愛い系、セクシー系で作ることが多いのですが、今回に関してはよこしまな気持ちは抑えて、正統派の忍さんを作らねばなと。以前作った忍さんもかっこいい系だったので、そこは合わせる感じですね。顔の造形も、表情は前と同じようなイメージで作っています。同じキャラクターの顔を作っても、5年経つと全然変わるんだなと。以前作った顔を今見るとかなり微妙に感じるのですが、当時はすごい手応えを感じてたんですよね。関係ないですが、自分の昔の投稿の文面を見返すとちょっと恥ずかしくなる。やたらとびっくりマークを多用しててテンション高いのがちょっと。今は9割以上の投稿に点々がついてます。これ多用しがち。過去の投稿も作品も、振り返ることで成長するきっかけになったりするので、目を背けずに向き合っていかねば。さて、素材ができて服を着せているところですね。忍さんの大服はみつりちゃんのとは違うデザインですが、同じものを一度渡されたところ、用意した隠しの目の前で燃やしたという。あの大服を着た忍さんもちょっと見たかった。体のラインがあまり出ないダボっとしたズボン。これはこれでいいんですけども。カナオと同じキュロットパンツとか着てほしい。この後の羽織もそうですが、この模様を彫る作業が一番大変です。履物を作っていきます。あれで動き回れるのすごいなぁと、これ作ってる時ちょっと思いました。一度焼いて固めてから、上半身の服を作っていきます。さらにこの上から羽織も着るので、腕部分はこの段階ではまだ着せません。忍さんの体重は 37kg ですが、この体で 37kg か。小柄とはいえちょっと軽すぎる気がしなくもない。羽織を作ります。粘土を薄く伸ばし、着せていきます。忍さんを作る上で一番大変なところです。基本的にこの手の羽織や、ロングコートなどは作るのが難しいのですが、忍さんの場合、羽織の表面に模様があるんですよね。これがめちゃくちゃ大変。市販のフィギュアだと模様を彫ってたり、彫りなしの塗装で模様を描いてたり、いろいろなんですが、今回はがっつり彫ります。模様の前にシワの造形を作り込み、模様を彫っていきます。続いて、腕部分のシワを造形します。シワに沿って模様も彫るので、手を抜けない大事なところです。ここのシワも5年前のを見ると、全然作り込まれていなくて、何妥協してんねん、と過去の自分に言いたくなる。また模様を彫っていきます。ここでポーズがちょっといまいちだったので調整。下半身はほぼ作り直しです。手を作っていきます。ここ数年はずっとこの作り方です。
もっといい作り方がある気もしますが、なんだかんだこれに落ち着いてしまう。髪の毛を作ります。髪はショートで作りやすいので非常にありがたい。少しだけなびいているような感じに。髪の毛の分割についてもよく聞かれますが、盛る前にワセリンを塗っておくと、固めた後に外しやすくなります。それでも外れないことは結構あるので、最終的には力技です。蝶の髪飾りを作ります。顔を作る時と同じように、木の立方体に粘土を持って作っていきます。最後を造形します。ここも彫りはなしで、塗装で模様を描くでもいいのですが、こういう作業も楽しいので、最後に蝶エフェクトを作ります。既存品を組み合わせるだけですが、やっと完成です。原型完成です。塗装していきます。肌の塗装です。肌塗装に関して、最近は自分の中でテンプレ化してきてます。香りの塗装です。造形も大変でしたが、塗装は塗装で大変なんですよね。情報量が非常に多い。マスキングをして、縁を黒で塗ります。ここのマスキングは大変だった。マスキングを剥がしていきます。足部分も羽織と同じように塗ります。ピンク、緑の順に。そしてマスキング、黒。マスキングを剥がす瞬間、今までの苦労が報われるような気持ちになる。引き続き服の塗装です。香りの後なので、こんなに楽でいいのかと逆に心配になる。ボタンを金に塗ります。髪の毛の塗装です。全体的に黒色で塗り、毛先を紫色に。髪飾りの塗装です。ここもマスキングがちょっと大変でした。面相です。台座を水面のイメージに。やっと完成です。いつでも最後